皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍による最長距離の攻撃について取り上げようと思います。ウクライナ軍がこれまでロシアの石油関連施設など様々なところへと反撃を行ってきました。ウクライナ軍が開発した大型の突撃ドローンが射程距離が800キロから1000キロ程度までの範囲で攻撃を行い、目標物を攻撃してきたのです。今回取り上げるウクライナ軍の攻撃は、それよりもさらに遠くのおよそ1200キロ程度まで飛行距離が伸びたようなのです。こうした攻撃が成功することによる影響や、ウクライナの戦場で進んでいるドローンの開発状況などについても今回は解説していこうと思います。それではまずはどのような攻撃が行われたか見ていきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃したのは、ウクライナから見て北東方向、国境から1120キロ、そして国境から実際に発射するわけではないので、1200キロ程度飛行した先のタタルスタンにあるドローンの生産工場と石油関連施設の2つの目標です。この2つの目標物に対して、現地から動画が上がっているのはドローンの生産工場の方です。早速映像を見てみましょう。飛行機型のドローンが飛来し、そして建物に命中しました。別アングルからの映像はこちらです。多くの人たちが外に出ていることがわかります。そして爆発。事前にある程度の人たちが避難していたことを示しています。今回の攻撃に使用されたドローンは、左の上側が拡大したもの、そしてこれに該当するものがその下です。このような元々は小型飛行機だったものを無人化して攻撃に使用したという説が出ています。この小型飛行機であれば、人間が乗るだけであれば最長で1700キロ飛行できるそうです。ただ攻撃する以上は無人飛行機として活用するための装置も積んでいるでしょうし、また人間の代わりに爆薬なども積んでいることから、今回のような射程1200キロ程度に収まったのでしょう。こちらが攻撃の結果。残念ながら公開されている映像だけでは、この写真のすぐそばにあるロシア軍の大型突撃ドローン、シャヘドの生産工場等には当たらなかったようです。攻撃が命中したのは、そのドローンを作っている人たちの宿舎だと言われています。ちなみにここに住んでいてドローンを作っている人たちなのですが、一般的な労働者ではないという話が出ています。このドローンを作っているのは学生たちだというのです。大人の人たちが徴兵されて訓練を受けたり、もしくは動員されたりして戦場に行っている関係もあって、ロシアにおいては人手不足という問題が発生しています。単純労働であれば海外から労働者を入れるといったことも行われているのですが、攻撃兵器である大型ドローンは海外からの出稼ぎ労働者に作らせるにはちょっと問題があると考えたのでしょう。そのため学生たちを動員したようなのです。もう一つの目標物、石油関連施設の攻撃前の写真がこちら。こちらについては攻撃時の動画は公開されていません。攻撃後とされる写真がこちら。ウクライナ軍が石油関連施設を狙う際には、まず上流塔を狙うと言われています。それらしき火が見えていることから、攻撃は命中したものとみられます。まず最初にロシア軍ではイランから大型の突撃ドローンであるシャヘドをライセンス生産を行っています。そのための生産工場というのが今回の攻撃目標でした。生産工場その本体には攻撃が通っていないらしいので、残念ながら継続的な攻撃はこれからも必要でしょう。しかし、ロシア本国領空を1000キロ程度は最低でも飛行したことになるわけですから、その間撃墜されずにそこにたどり着いたといったことだけでも、十分ロシアの防空体制に穴があることを示しています。そして今回そこまで攻撃が通ったのだから今後も攻撃されるだろうということを見越してロシアは防空体制を強化せざるを得ないでしょう。もちろんロシアの場合だと味方に損害が出ても無視するという選択肢もあるわけですが、それならそれでウクライナ軍は攻撃し続ければいいわけなので、無防備なところを簡単に攻撃することができるでしょう。一方において防空体制を固められた場合においては、当然のように攻撃は通りにくくなるわけですが、攻撃はいつもあるわけではありません。いつ攻撃がやってくるかわからないのに常時部隊をそこに配備し続けなければならないというのは、当然のようにロシアにとっては前線に多くの兵士たちをかけたいという事情がありますから、後方に兵器と兵士が引っ張られるということはより多くの負担をロシアに強いることになるでしょう。また
攻撃されるのを嫌がって生産拠点をさらに後方に下げるという手もあります。例えば、ウクライナとの国境と1200キロ程度あるんだけれども、もっともっと遠くに、いっそのこと、ウラジオストクに生産拠点を移そうといったことなども考えられないわけではありません。しかし、現実的ではないでしょう。なぜならば、遠くへ遠くへと生産拠点を移せば移すほど、どんどんと輸送する時の負担が高まってしまうからです。また、労働者を確保することにも問題が発生することでしょう。現在の生産拠点が設けられた場所というのは、それなりの事情があったからこそそこが選ばれたのであり、他に移すとなるとそれだけでもやはり負担は生じるものなのです。また、今回の攻撃の2つ目のターゲットである石油関連施設への攻撃、ウクライナ軍が攻撃した一連の石油関連施設、国境から見た場合1000キロ程度以内の範囲であれば、そのほとんどについて一度は攻撃したと言われている状況です。これはロシアにとっては全面的な大打撃ではないものの、必ずのようにジャブとして効いてきます。なぜならば以前の動画でもご紹介しましたが、石油とはまた違った天然ガスの方においては、ヨーロッパが顧客としてノーを突きつけたがために輸出量が激減し、世界最大そしてロシア最大の天然ガス会社であるガスプロムはガス事業単体で見れば大赤字を出しています。ロシアの石油関連会社はいくつかに分かれていて、それらの事業状況がどうなっているかについてはまだまだこれから先にならないとわからないものの、攻撃を受けて損害を出すのは避けられないでしょう。それは生産量の減少であるとか、納期を守れないといった問題なども発生するかもしれません。また、一部の部品などについては、欧米に頼り切っていたところもあると言われていますから、長期的に生産を再開できないような施設も存在するかもしれません。そして今回の攻撃では、空を飛ぶドローンの話をしてきたわけですが、ウクライナ軍の開発しているのはその他にも水上ドローンと地上用のドローンがあります。水上ドローンについては黒海艦隊の軍艦を撃破したことを何度か取り上げてきましたが、地上ドローンの開発状況についても今回は少し触れておきましょう。こちらのドローンは地上を走っているドローン、遠隔操作で戦場に対戦車地雷などを撒く仕事を行っています。これだけ見るとたった2個かと思われるかもしれませんが、大量に運ぶバージョンもあります。敵の視界に入るところで対戦車地雷を設置して回るというのも非常に危険な行為です。しかし、こうしたドローンを用いれば、たとえロシア軍に見つかって破壊されても人命が失われるわけではありません。そうした意味でドローンは危険な行為を代わってくれるという意味で非常に重宝される存在です。また地上で用いられるドローンとしては、物を運んだり人を運んだり、その他銃を備え付けることによって前線で銃撃するような使用方法などもあります。例えばこちらの映像では2機の地上ドローンが映っています。ロシア軍のものなのですが、動きが止まっているのは電波撹乱を行って遠隔操作ができなくなってしまっています。このドローンを撮影しているのはウクライナ軍のドローンで、そこにまた小型のドローンが突っ込んで爆破します。このようにドローンはロシア軍もウクライナ軍も双方ともに開発を続けています。ロシア軍の水上ドローンについては開発している話が聞かないのは、ウクライナ海軍といったものが今のところ存在しないも同然なものであることから、ロシア軍も必要とはしていません。ドローンの発達はまだまだこれから先も進むでしょう。それはバッテリーの進化といったものはこれからまだまだ先があるからです。電気自動車の話題とも少しつながるのですが、たくさんの電気を詰め込もうと思うとどうしてもバッテリー自体がでかくなったり、もしくは値段が高くなったりして使い勝手のいいものとは言えないものとなります。しかしまだまだ不満だなとは思うものの、同時にバッテリーの性能比あたりの値段といったものも一応下がり続けています。世界中でバッテリーが必要だなとなって生産供給能力がどんどんと上がることにより、基本的には物が余るし、また性能アップを求められる要求はあちこちから起こっていますが、研究開発費なども継続的に莫大な額がつぎ込まれているからです。またもう一方で進んでいるのが生成 AI に見られるような、人間の手を離れて自律的に動くかもしれないといった性能向上です。こちらの方もプログラミング技術の発達、そして生成 AI の仕組みそのものを洗練させることにより発達する面もありますし、生成 AI 用の半導体の設計製造能力といったものもこちらの方も確実に進んでいます。
現在ではまだまだ自律的な思考を行うドローンといったものは生まれてはいないわけですが、原始的な命令を実行するようなものについては、ウクライナ軍はある程度開発は成功したんだというような話をしています。しかしこれはあくまでも原始的なものであり、それほど高性能なものとは言えないものです。従来からあるような地上の様子を衛星写真などから事前に情報として持っておき、空を飛ぶドローンの場合だと自分が目標物に向かって正しく進んでいるかを確認するといった要素などで今のところは活用されているそうです。現在のドローンはまだまだ単純にどこからどこへと向かえといったような命令を果たすのが精一杯で、一般市民と軍人を見分けた上で銃撃せよといったような複雑な指令をこなせるわけではありません。だからこそ映像としてご紹介した電波撹乱を行って遠隔操作ができなくなると、ドローンが全く無力化されてしまうといった問題を抱えているわけです。この辺りの問題はいずれ解決されるだろうとは言われていますが、ひとまず今行われている解決方法としては、もう無線で遠隔操作するから電波撹乱に遭ってしまうのだから、操作信号を伝えるための光ファイバーケーブルを例えばもう10キロとか20キロとか本体とつなぎ合わせた状態で動かせばいいじゃないかという結構力技な面で問題を解決するといった手もあります。何してもウクライナの戦場においては2つの国家が主力を尽くして研究開発、そして実戦投入しているのですから、兵器の進化は凄まじい勢いになっています。日本はウクライナを支援し、支援する見返りとしてある程度の知識をまたフィードバックしてもらうといったしたたかな外交もぜひとも行ってほしいものです。というわけで今回の動画は、ウクライナ軍が過去最長距離の遠距離攻撃を行いました。それに合わせて現在のドローンの現状と未来についての解説を少し行っておきました。今後もドローンによる攻撃は継続的に行われるでしょうし、それによってもたらされるロシア側の被害といったものも必ず戦時経済に悪影響をもたらすことでしょう。ただ、最後の最後に一つ言っておかなければならないのは、現在のドローンはどうしても容量の問題もあって、大量の火薬を遠くまで飛ばすことはまだまだ苦手としています。だからこそ戦場においては砲弾の方がたくさんの火薬を遠くまで飛ばせるといったことから砲撃戦が非常に重要視されているのです。たびたびウクライナ軍のドローンの攻撃を取り上げるわけですが、一方において地上戦においてウクライナ軍が砲撃戦において数が揃わないがために劣勢であることは事実であり、総合的な火力といった面はどうしても見逃してはなりません。それは最先端の技術ではないものの、物量を揃えるという意味においては第一次世界大戦と同じものであり、兵器というものが得意不得意があり、非常に幅広く多くの兵器を揃える必要があることを教訓としても学んでおかなければなりません。日本の場合だと地上で砲撃戦が長期間続くといったことはちょっと想定しづらいわけですが、日本の戦場に置き換えると空と海を守るために大量の長射程のミサイルやドローンといったものも事前に用意できればそれに越したことはないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。